皆さんこんにちは。株価が上がっていくのに気を良くしてスーパーで買うアイスがパルムに格上げした投資家カモーラレです。さて今回の動画テーマですけれども、皆さんも日々のニュースなどでよく見かけると思いますが、日経平均あるいはトピックスなど株式指数が約1ヶ月間ずっと上がり続けている。最近では連日のようにバブル後の高値更新といったようなニュースが聞こえてきますけれども、サムネイルにもありますように、この動画をご覧いただいている方の中には指数が上がっているほど保有株の含み益が増えていってない、なんでなんだと憤っている方もいらっしゃるんではないでしょうか。今回は指数ではなく、どのような株が実際上がっているのかというのを具体的に分析していきたいと思います。その中で使っていくのが当チャンネル名物5項目5段階分析というものですけれども、実際この分析自体はチャンネルの当初から行ってきたものですが、ここ最近の動画で思いついたように名物と押し売りのように登場しているんですけれども、他の投資系チャンネルでは絶対にできない分析となっていますので、今後も銘柄選択などを使っていきたい。そのためにここで一度具体的にどういった分析をしているかというのをご紹介しながら、今足元で起きている株価上昇の要因というのを探っていきたいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。さて今回はどのような株が上がっているのか分析していく前に、先にですね、5項目5段階評価とは何なのかというのをご説明したいと思います。まず5項目というのは、クオリティ、健全性とバリュー、割安株、そしてグロース、成長株、さらにはサイズ、時価総額ですね、企業規模、そして最後にテクニカルといった直近の株価の過熱感を示すこの5つの特徴を持って1つの銘柄に対してこの5個の項目でそれぞれ評価がつけられるわけです。それでは何をもってこの5項目評価していくのかというのを中身少しご紹介しますと、まず健全性、クオリティに関しては ROE の水準であったり自己資本比率などが含まれています。2つ目のバリューに関しては皆さんもご存知の通り PBR や PER といった指標、そしてグロースという項目の評価については営業利益や純利益の成長率を使っています。5つの中でもこの3つが特に銘柄を特徴づける要素が強いものとなっています。重点的に見ていきたい項目の評価ということですね。残りの2つ、サイズ、企業規模に関しては時価総額を使っています。そして先ほどの3つとこのサイズまでを加えた4つの項目、ここまでがそれぞれの銘柄の特徴を示す項目ですね。最後の1つテクニカルというのはその銘柄の特徴とは関係なく株価水準の動きだけを分析したもの。使用しているデータはテクニカル指標で代表的な RSI や MACD などを用いています。これを複合的に一つの評価に落とし込んで、一つの銘柄に対して5項目で5段階評価 A、B、C、D、E とつけていくわけですね。このように分析することで銘柄を相対的に項目ごとに比較することができるようになります。例えば今ナスダックが大幅に上昇しているのでグロース株を買いたいなと思った時はグロースの項目が A 評価あるいは B 評価といった高い銘柄を選んでくるといったような形ですね。実際にどのように分析しているか一例をご覧いただきますと、ご覧のように各銘柄5項目で評価がついているわけですね。こちらの例はコード順に並べた上から数銘柄を取っているだけですけれども、この分析を同じようにトピックス2000社以上で行っています。そしてどのように見ていくかと言いますと、例えばこちらバリューの項目が A 評価の銘柄が3つ並んでいますけれども、 PBR など同業他社で割安水準と見られている銘柄ですね。一方で例えばこちら雪国舞茸はバリュー評価 E、つまり同業他社比で非常に割高になっているという評価です。株価水準が同業他社よりも割高になっているということは、それだけ成長性があるんかと見てみるわけですが、その一つとなりグロースの項目なんですけれども、こちらもいい評価。実際雪国舞茸営業利益そこまで伸びていない。ここ3年段階的に目減りしていっているような銘柄ということで、銘柄選別をするときにはこういったところを見ていて避けた方がいいのかというのを判断するわけですね。もう一つ例を述べますと、こちら酒田の種のクオリティ。ここが同業他社比で A 評価。
例えばクオリティ評価を構成する一つ ROE が坂田の種は年々上昇していて、足元で 10% を超える良好な数値となっています。これを反映した A 評価ということですね。さて、5項目5段階分析、どのように行っているかを簡単にご覧いただいたところで、テーマ1つ目に戻って、今上がっている株はどのような特徴を持つ株なのか、これを探っていきたいと思います。先ほどの各銘柄の分析からどのように今上がっている項目を探していくか。例えばですけれども、バリューの項目で一つ見てみますと、先ほど並んでいた表から A 評価の銘柄というのがいくつかピックアップされますね。同様に B 評価の銘柄もいくつかあり、さらには C 評価、D 評価もあって、E 評価の銘柄、つまり割高になっている銘柄群というのもあります。この5グループにバリューという観点において2000社以上がグループ分けされるということですけれども、実際にこの5グループのデータをご覧いただきますと、PBR や PER は A グループの平均の方が数字が小さくなっていて割安、E グループの方が大きな数字になっていて割高というような平均値が取れます。そしてこの5グループに分けられた中で、この A グループ一番割安になっている銘柄と E グループ一番割高になっている銘柄、これらの株価リターンを日々見ていく。この A グループの株価推移と E グループの株価推移、これを引き算することで、バリューの項目が有効になっているかどうかを確認できます。例えば A 評価割安な銘柄群が平均的に株価が上昇している局面で、仮に同様に E 評価割高の銘柄群も同じような上昇を見せていた場合は、引き算すると0近辺になりますので、バリューの項目は株価上昇には効いていないという判断ができるわけですね。仮に今度は E 評価割高な銘柄群の株価があんまり上がっていない、もしくは下がっている場合というのは、引き算するとより大きな数値になります。この場合はバリューの特徴を持つ銘柄が相場を牽引していると判断できるわけです。この計算を5項目分析のうちの銘柄の特徴を示すサイズまでの4項目で行って日時の推移をご覧いただきますと、こちら1年間のパフォーマンスをご覧いただいていますが、青がクオリティ健全性、オレンジがバリュー割安、緑がグロース成長、そして赤がサイズ、企業規模ですけれども、かなり顕著に差が出ていますね。唯一バリューが大きく下がっていて、その他3項目が上昇を引っ張っているという形。もう少し期間を絞って年初来の形でご覧いただきますと、よりわかりやすくなるかと思います。一番株式相場の上昇を牽引しているのが赤の線、サイズの項目。そして株式相場は上がっているのにあんまり効果として現れていないのがバリューの項目。そしてこのサイズとバリューの差が顕著に現れ始めたのがちょうど5月に入った頃ですね。足元1ヶ月間でどんどんと差が拡大しているのがお分かりいただけると思います。ということでこの分析から言えるのは、直近1ヶ月間の株式市場日経平均がバブル後高値を更新といったようなニュースを聞きますけれども、主に上がっている銘柄というのは大型株が牽引しているという形ですね。ですので小型株中心に持っているような方ですと、あまり含み益の伸びが感じられないのではないかなと思います。実際にマザーズ市場は日経平均に比べて全然上がっていない。ナスダックが上がっているのにそこまで伸びていないのが現状です。また余談ですが、バリューの項目について3月頃非常に堅調な推移を見せましたが、そこからはあまり長続きしていない。バリューの項目というと PBR など非常に3月以降話題になっている項目ですけれども、東証がチャチャを入れたからといってそんなすぐには改善しないというのが見て取れるかと思います。ということで日本株市場を顕著に牽引している要因というのは大型株であることというのが分かりました。そこで先ほどご覧いただいた5項目5段階分析の各銘柄ですね、右から2番目のサイズのところ、大型株から順番に並べ替えを行いますと、こちらトヨタ自動車、キーエンス、ソニーグループなど名だたる企業が並んでいますけれども、この中でも特にバリューの項目 D や E といったどちらかというと相対的に割高な銘柄、キーエンスやファーストリテイリング、オリエンタルランド、さらには東京エレクトロンといったような銘柄ですね。この辺がマーケットを牽引していると言われると、負に落ちる方もたくさんいらっしゃるんではないかと思います。逆にサイズ、企業規模さえ大きな銘柄を持っていれば、多少それ以外の項目、クオリティやバリュー、グロースがどんな評価をつけていようが、それなりに株価の上昇、
含み益の拡大というのは得られているはずです。ということで、ここまで日本株市場は大型株が顕著に牽引していることがお分かりいただけたと思いますが、最後にですね、5項目5段階分析をどのように使っていくのか、これを交えながら、なぜこの1ヶ月日本のマーケットで大型株が買い漁られているかというのをお話ししていきたいと思います。そしてこの後どの銘柄を中心に投資を考えていけばいいのかというのもまとめていきたいと思います。まずご覧いただきたいのはこちら。先ほどは日本株の中で5項目のうちの4項目分析を行いましたけれども、こちらアメリカのマーケット、米国株で同じような分析をご覧いただきますと、こちら6月の2週目、先週の特徴別推移ですけれども、一番下を走っている黄色のライン、これは何の特徴かと言いますと、実はサイズ、つまり大型株の方が軟調な推移を見せていたんですね。小型株の方が上がっている。この動き、先ほどご紹介した日本株の特徴とは真逆の動きをしているのがお分かりいただけると思います。これが今足元で起きている一番把握しておきたい事象です。なぜかと言いますと、日本株を大きく買い入れている主体、外国人の投資家が、米国株とは別の理由で日本株を買っているわけですね。この真逆の動き、どういう考えから彼らは動いているかと言いますと、とりあえず日本株の投資比率は高めたいという基本スタンスがあるんですが、でも、よくわからない小型企業はあまり買いたくない。皆さんも例えば、米国株もっとたくさん投資しよう。そう考えた時に、マーケットが急激に上がっている。あまり時間的猶予がないという中で、あまりよく知らない小型企業を買うくらいなら、S&P500 の上位を構成する Apple であったり、マイクロソフト、そういったところをとりあえず買っていこうと考えるんではないでしょうか。一方で、米国株はマクロ環境から素直に買えると書いていますけれども、先日 FOMC でも利上げの停止が一旦行われましたが、昨年来行ってきたインフレ対策のための急激な利上げ、これがそろそろ終焉を迎えるということなので、先ほどの項目で言うとグロース、成長株を中心に買っていきたい。そう考えた時には小型株を中心に買っていくのが素直な買い方となります。アメリカの投資家からすれば、米国株は自分の国の株なので、今申し上げたマクロ環境から投資判断を行った時に小型株を素直に買いに行けるわけですね。ですので、日本株と米国株のそれぞれ牽引するのが大型株と小型株、真逆の特徴になっているわけです。こういった理由から日本株マーケットでは大型株が上昇を牽引していましたけれども、米国株では小型株が物色されているという状況になります。さて、この状況をご理解いただいた上で、今後どのように投資判断を行っていけばよいか、2パターン例としてご紹介したいと思います。まず1つ目はこちら、何を並べているかと言いますと、サイズのところは B の評価で固定しています。なぜかと言いますと、先ほど外国人投資家が言っていたように、とりあえず大型株で急ぎ日本株の投資比率を高めているということは、今後少しマーケットが落ち着いてきた中でも日本株の評価を継続するんであれば、今度超大型株から準大型株に資金の流入が増えてくるんではないかという前提ですね。そしてマクロ環境について利上げの停止が一旦行われていますが、このことをポジティブに捉えるタイプの方、バリューの評価はそこまで高くなくていい D や E の銘柄、そしてグロースの評価を上から順番に並べた時に高い銘柄、つまり一言で表しますと、準大型株のグロース銘柄というのを集めてきているわけですね。今の日本株に対する評価、ポジティブなマーケット環境、これが継続すると考える方は、このような銘柄たちですね。ただ上から順番にグロースの評価が高い銘柄を並べた時に気になるポイントというのはこのクオリティの評価ですね。いい評価が4つ並んでいます。ROE や自己資本比率が相対的に良くない数値となっている銘柄ということで、このあたりあまり気にしないよという方であれば、成長性が高い、A 評価がついている投資増やしていってもいいかもしれませんが、やはりクオリティの評価というのはどんな時も高い方が好ましいです。バリューやグロースというのは評価が高い方が常にいいとは限りませんが、クオリティはですね、やはり頭に持ってきているだけあって常に高い方が好ましいという観点からすると、5番目のシフト、あるいは中ほどのラクス、ポーラ・オルビス・ホールディングス、価格コムといったところが候補に上がってくるでしょうか。そしてこれらの銘柄を絞り込んだ後に一番右側ですね、
テクニカル、直近の株価の過熱感を見て、実際買っていくタイミングというのを探るわけです。さて、先ほど2パターンご紹介すると申し上げました。もう一つの考え方、マーケットの捉え方というのはですね、こちら、今後の FOMC 会合において、利上げあるいは利下げの予想、今マーケットでどれくらい織り込まれているか確率で表したものですけれども、縦軸が今後開催されるFOMC の日程、そして横軸が金利水準となっています。そうすると一番上6月14日は据え置きとなりましたので、この 94.2% となっている 5% から 5.25% のレンジ。今ここが据え置かれたんですけれども、その次ですね、7月26日、ここは 60% の確率で1段階利上げがされるというのが一番有力視されています。ですので一旦の利上げの停止はマーケット予想通りでしたけれども、来月の会合における利上げ再開というのも半分以上織り込んでいる。その上で株式市場は上がっているという状況ですね。だんだん近づいてきて利上げ再開するんじゃないかみたいな騒ぎになっても、それはみんなすでに予想していて新しい材料ではないということを頭の片隅に置いておいていただければと思います。問題はこの次の次あたりからの利上げ予想ですね。というか据え置き予想ですけれども、この辺がですね、やはりインフレ率及び雇用や賃金といった状況も踏まえて、やっぱり据え置きじゃ足りないんではないかといったような議論、あるいは利下げに転じると予想されている一番最初の会合は年末の12月になっていますが、年内に利下げに転じることは厳しいんではないかといったような、この赤の矢印の方向への予想の変化、これが生じると考えている場合のパターンです。マーケットの織り込みは甘い、もっと高派になるべきだと考えている方の投資判断で銘柄選別を行うと、こういった銘柄になります。どのように選別してきたかと言いますと、先ほどと同様に日本株に対する外国人投資家の動き、これから準大型銘柄にも流れてくるんではないかというのは同じとして、違うのはバリューの項目ですね。こちら、今マーケットで織り込まれているよりもより高派の予想になってくると考えている場合は、バリュー株が先行される局面が来るということなので、A から C、割安度合いが平均以上の銘柄に絞っています。なぜ C まで入れているかというと、A と B だけだと4銘柄しか出てこない。そして数値をご覧いただきますと、平均が0ですけれども、おしなべて大きな差がついているわけではなく、どれも平均以上にはなっている。相対的に割安と言える評価が C でも確認できるので、枠を広げているということです。そしてクオリティの評価は先ほども申し上げたように常に高い方が好ましいということで A か B。この中で銘柄を見ていきますと、上から4番目の大正製薬ホールディングス。こちらはバリュー株、非常に割安指標が高いんですけれども、同時にですね、成長性も評価されている。実際に利益水準ご覧いただきますと、数年単位で徐々に上がっているという傾向。業種的にも半導体や機械などといったようなゴリゴリのグロース株というわけではないので、候補のヒットに上がってくるでしょう。さらには下の方ですね、キャノンマーケティングジャパン、そして TBS ホールディングスといったところが、バリューの評価が B 評価で割安、さらにはクオリティも高めの銘柄となっています。マーケットが織り込む利上げに対する予想というのが甘いと感じる方は、このような銘柄選別を行うことができるわけですね。こちら5項目5段階分析を使ってこういった銘柄の選別ができますね。ちなみに中ほど6417の三強という銘柄がこの中では5項目総じて評価が最も高いですが、カモーラではパチンコが嫌いなので候補に挙げませんでした。ということで、このチャンネルでは今回ご覧いただいたような5項目5段階評価、これを中心に相場の状況であったり銘柄のご紹介というのを行っていきたいと思いますので、少しでも面白いなと思った方はチャンネル登録、高評価を押していただいて、ぜひ今後も一緒に投資の勉強をしていただけると幸いです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。